間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵です。今日はマツダ2の2025年12月、商品改良に触れていきます。おそらく2026モデルなんて呼ばれるであろうモデルです。今映ってるマツダ2は2024年12月登録のマツダ2。改良前の車両で今年の夏に撮影してきました。動画は軽く変更点に触れてから自分の感想を述べさせていただきまして、その後にネットの反応を見ていきます。ではまず今回の変更点。まず時期は2025年の12月上旬。公式ホームページはすでに新しく変わっていました。で、内容はグレード名が変わって価格が上がって装備が追加される。もう単純明快ですし、グレード名の変更もすごくシンプルでわかりやすい。15C が 15C2 に、BD アイセレクションが BD アイセレクション2に、そしてスポルトはスポルト2に。いつものマツダだと複雑回帰なグレード体系変更で、もう本当動画作るのもね、頭使うんですけれども、今回は簡単。販売店の営業マンも喜んでそうです。で、まずね、価格です。こんな感じに変わります。これら中心となるグレードで価格上昇します。で、それ以外、ポルトプラスと 15MB、そして助手席回転シート車、これらは装備価格ともに変更なしということです。なので、中心グレードがね、17万、18万、11万上がるような感じかな。で、気になる装備内容の追加を、15C から見ていきます。これは、ユーティリティパッケージが標準装備になるということで、内容はリアシートが6対4分割可動式のシートバッグになって、それからダークティンテッドガラス、スモークガラスだね。これがついてきます。で、価格は17万円アップ。続いて、アイセレクション。マツコネパッケージと360度セーフティーパッケージ、そしてフルセグ地デジチューナーが標準装備化されます。これは横長の 8.8 インチ、今映ってるようなね、ナビモニターが標準になるといった形です。で、価格は18万円のアップ。それからスポルト。こっちは運転席助手席のシートヒーターとペアリングヒーターを標準装備化。価格は11万円のアップとなっていました。で、気になるのはね、このベーシックな 15C、64分割シートとスモークガラスで17万円のアップ。そこまで望まれるような機能とは思えませんけれども、どうでしょうかね。目の前に 15C2 があって、で、もう一つ 15C プラス17万円が置いてあったとして、どっちか拾い上げるとしたらね、そんな風に考えるとお値段とね、装備の関係って分かりやすいですね。で、マツダっていうとね、というか、安価なグレードを用意してくれるメーカーっていうと、マツダやダイハツが真っ先にこう頭に思い浮かんでました。なので、今回もマツダ2が20万円上がるんだったら、マツダ3の 15C が選べるんじゃないかななんて思っていたんですけれども、マツダ3も上がっていました。こっちは260万円スタートになっていましたね。結構なので、明確に開きをね、作ってきたような形です。あと、実は先日ね、2025年式の CX3 に乗っていきまして、乗ってね、これはレベル高いでしょって感じで感じました。マツダ2の車高を上げただけなんていうようなね、話、レビューもよく目にしますけれども、もう全く違います。もう全然お門違い。乗り味の面でもう別の車です。で、マツダ2が値上げだったら CX3 をおすすめみたいなね、流れになって、そういう動画を作る予定だったんですけれども。ということで、感想の前に CX3 の近況です。実はというかなんというかね、この動画を作ってる最中にちょっと知っちゃったんですけれども、CX3 の方も値上げみたいです。それは12月の下旬になっていました。結構ね、大きくお値段上がるみたいで、今までの最上級グレードのみ残る形になりそうです。すると、ガソリンモデルが270万円、ディーゼルは330万円。この価格がね、
マツダ2から見ると CX3 が100万円高ぐらいになってきます。結構差が大きいですよね。ちょうど2クラス分の差というか、マツダ2があってマツダ3があって CX3 みたいな並びにね感じてしまいます。でそんなね CX3、ヤリスクロスとか WRV と競合じゃなくて、今度はベゼルの上級グレードと比較しなければならなくなったというかね、自分乗ってきて228万円だったんですね。もうそれは12月の5日6日頃かな。で乗っておっとこれはいいし、このお値段でもすごいいいよねと思って、もうウキウキしちゃってまして、もうディーラー行かなきゃと、ディーラー見に行って、どうしよう、10年選手だけどどうしよう、買っちゃおうかなとかくらい思っていました。でそんな時にね結構大きく値段が上がるので、実はね自分ショックです。そんな感じなんでね、ちょっと今日空元気的なところもあります。ですいません、次いきますね。次はマツダ2の商品改良に関しての感想です。まずね、消滅とかね何年も前から言われてきました。でも実際はね続いているといった部分で述べていきたいなと。マツダ2がね今でも平均すると月に2000台ぐらい売れています。年間で2万4000台ぐらい。この数値は、結構いいんじゃないかと。不人気車って言われるような車とかね、100台レベルとか、月50台とかになっていきますから、それよりは全然いいかなと。ただ、メーカーの利益で言うと、メーカーの利益ってだいたい1台で 10% 前後って言われます。粗利の部分でね。で、そう考えたときに、200万の 10% だと20万円。400万円ぐらいの車だと、40万円になってきますから、それ考えたらね、この価格帯の車はもっともっと売れなきゃみたいな感じなんでしょうけれども、実際結構ね、売れてるからこそ残っているし、もうちょっとね、残っていくんじゃないかと。ずっともう5年ぐらい前とかから言われてきましたもんね。今、デミオって名前のデビューから11年目ぐらいになるのかな。ネットでね、もう散々いろいろ目にしてきましたけれども、結局ね、それよりも残っていて、メーカーもまだね、いついつまでっていうのはね、発表はしてないです。で、あとね、トヨタもね、ちょっと目にしたところによると、今後9年サイクルあたりをね、目安にしていくっていうのを感じみたいです。今まで6年ぐらいが多かったのが、これからは9年ぐらいになってくるみたいなね、話です。それが本当だとするとね、10年、11年はまだそんなでもないよって、これからはそうなっていくんじゃないかなっていう気がします。で、次が、コンパクトカー最安をヤリスに譲る形にっていった話でね、今まで155万円スタートのマツダ2でした。で、このお値段がすごく安くて、今まで安い安い言われていたヤリスでも、2025年モデルは165万円スタートでした。なので、10万円マツダ2の方が安かったんですね。実際はヤリスって、ナビとスマートキー ETC がついてそのお値段でしたから、事実上のっていうところはね、またちょっと変わってくるにしても、それよりもね、自分たちみたいな情報発信者が、コンパクトカー最安、マツダ2ですっていう言い方がね、ちょっともうできなくなってきて、最安やっぱりヤリスだよねと、当たり前になってきちゃうので、なんかね、この辺が、もしかしたらなんかしら影響が出てくるかもしれないといった感じです。で、あとはね、乗り味は古いから悪いということはないと自分は思っています。もちろんね、ライバルのフィットとか、スイフトとか、あとノートとかね、みんなそれぞれ、際立つ長所があって、すごくいい点がある。で、マツダ2はね、それらに勝る部分として、自分は車の統一感というのを挙げたいです。もう車全体がキビッとした方向。で、リアシートよりフロントシート。で、フロントシートの中でも運転席っていう風にね、もう車全体でこう目指すコンセプトというのがすごく感じられる。もうアクセルもブレーキもハンドルも、あとはピョコンと跳ねるような挙動もね、軽快感というか、
すごくね、そっちの方向でまとまっています。で、このまとまりっていうのが、自分はね、車って統一感がなきゃダメでしょって思いますし、誰かに車の紹介を一言でするとしても、もうキビキビしているよってね、もう全体でそのまとまりがあるよって、すごくね、言いやすいんですよね。そもそも車自体ね、エンジンルームの中の作りとか、ホイールハウスの中の作りとかね、デビュー当時からすごい良かったですし、今見てもね、結局いいんじゃないかなっていうね、ライバルが他の方向に進化してるともなりますから。そんなにね、古いからどうこうというより、古くてもこんないいところがあるよっていう、10年経ってるよっていう事実だけは事実であるとして、でもね、じゃあ次がね、古さを感じる部分ってないのかよっていう部分ですね。自分思うのは、ユーザーインターフェース、メーター周りのスイッチ操作、そういう部分とか、あと HUD、そのヘッドアップディスプレイに関するちょっと見づらさがあったりとか、あとはナビかな。ナビがタッチ操作を受け付けてくれないっていうのはね、結構もう有名な話で、マツダも新しいモデルはタッチ操作に受け付けてくれるようになったりとか、いろいろ変わってきてる中でね、やっぱりこれはロータリーコマンダーで文字を打つのはちょっと大変で、そこはそうですよね。ナビ、入力時間かかる。で、それ以上に自分が思うのが、ナビの画面を大きくしなきゃ現代的にならない。でも上に上げると視界が邪魔になるから横に広げた。結果、案内中ね、自社位置から先の行く方向の映ってるところがね、すごく狭いんですよね。横長で縦に狭い画面の中で、さらに自社位置がね、結構上の方にあります。その結果ね、もう先がよく見えなくて、映せる量が少なくて、次右に曲がるか左に曲がるかぐらいしか案内を見てらんない。助手席に乗っていて、ここに、この先コンビニあるよみたいな案内がね、自分できなかったのが、ありましたね。で、こういったところが、今後ね、新しく出てくる車、新しく出てきた車っていうのは、より低い位置からナビの設置場所が始まって、画面が大きくても上に飛び出さないようになってるっていうところがありますから、ちょっと古さを感じる部分かなと。ただね、これ考えていて思ったんですけれども、トヨタのカローラとかね、当初の予定以上に画面が大きくなってきたっていうのもありそうで、すごくね、上に飛び出しています。もうこっちは視界動向より大きなモニターが望まれてるんだったらつけちゃえよみたいな感じでね、バーンとついててね、ちょっと映像あったら出しますね。これがかなり視界に被ってきて邪魔です。ここ思想の違いですよね。売るため、望まれてるイコール売るためでもありますし、それよりもね、ナビ使わないで走るときに視界に邪魔にならないように作られてるマツダ車の、思想と、あとは、たまにナビ使うときこそ、これが見えなかったら困るでしょっていう、思想とね、どっちがいいのか、古さという中でもね、いろいろあるなっていうのを感じています。で、あとは、エンジン質感は相変わらず高いといったところで、これはね、変わらぬからこそいいんじゃないかなっていうのもあります。マツダ2もね、高圧縮エンジンになって燃費への意識すごく高くなったっていうのはね、乗っても感じます。ただ、スイフトとかも3気筒になっちゃいましたから、変わらずね、4気筒で、振動少なくて、音良くて、高回転でのレスポンスもいい。それどころか、低回転でのレスポンスもいいですから、すごくいいエンジンなんでね。こういったあたりは、お値段少し上がっても、好きなら仕方ないって言えるところですし、結構ね、誇りを持って乗れると思うんですよね。自分の車、エンジンがいいからいいよと。そういった好きって思えるポイントがあるとね、なんかあっても車が支えになってくれるみたいなところもありますし、仕方なく乗ってるんではなくて、好きで乗ってるっていうのがもう見る人が見ればわかりますしね。そういったところは、相変わらず、しかも変わらぬからこそともね、言えるようなポイントだと思います。そうしましたら次のコーナーは、ネットの反応で面白そうなのを拾っていった。で、自分がちょっとコメント付きでね、出してみたいなっていうコーナーです。
それなりのカメラで撮影した、映像とともにお届けさせていただきます。で、すいません。やっぱりというかね、一番目についたのは、あれです。マツダ2まだ売るのかっていうようなね、感じのコメントでした。まだ売るのかと言ってもね、三菱のデリカとか、もう19年とか20年でしたっけ。それと比べたらまだ半分ぐらいともね、言えますしね。ということで、一つずつ見ていきます。次がね、ビジョン X コンパクト。マツダのコンセプトカーですよね。で、それが発表されて、その後すぐに改良値上げ。そうすると買い控えるんじゃないのっていう話です。マツダの次期コンパクトカーのコンセプトモデル。真っ赤なね、マツダらしいコンパクトカーっていうイメージが出てきましたけれども、コンセプトはコンセプトでね、ここから数年、ほんと数年かかりますよね。日産の次期エルグランドなんて、もう何年、2年、3年経ってまだ出てきてないですから、そういうの考えてもね、まだ数年経つし、全然変わってお値段っていうかね、価格帯もわかんないみたいなね、感じなので、あんま気にすることないんじゃないのなんてね、自分は思います。で、次が、マツダ2と CX3 は、両方ラインナップする必要はないでしょっていうコメントがありました。これはね、どうでしょう、マツダの方も考えてたのかな。多分、マツダじゃない、ごめんなさい。多分、CX3 が値上げするっていうニュースを見る前のコメントだと思うんですよね。それでね、結局、CX3 は値上げされて、で、乗ってもすごく別物でね。そういったところで住み分けされて、ラインナップする必要が出てきたともね、作ったともね、言えますよね。すごく鋭い意見じゃないかなと思います。でもね、もう乗ったら本当に別物でした。で、次がね、車に興味のない日本人向けの車を作るのは、トヨタ、ダイハツ、スズキだけになるでしょうっていうコメントですね。これ、ちょっとね、気になるところがあってね。まず、トヨタとかは、幅広いユーザーにって言い方を自分はしたいですね。免許取り立ての方から、70代とかね、下手したら80歳になって車を買う方とかね、そうした幅広いユーザーに車を提供しなきゃならない使命があるとすると、そうすると、意思決定で迷った時に、どうしてもね、無難な方の選択をしなきゃいけないと思うんですよね。それが企業であって一番手であるみたいなところだと思います。で、特殊な車好き向けのものは、特別なグレード、高いグレードになっちゃいますけれども、それで用意してくるみたいなのが、トヨタの、使命というかね。で、ダイハツとかは逆にね、顧客が望んでないほど走りのいい部分を、詰め込んでくる。よくわかんないとしてもね、そういう部分を詰め込んでくるみたいなメーカーに思っていますから、結構ね、この2社の関係って面白いですよね。で、肝心なね、気になった部分はここ。車に興味のないっていうのは、日本人だけ特に車に興味がないんでしょうかね。他の国はどうだろうみたいなところで、自分はそんなに変わらずっていうか一緒のような気もするんですよね。確かに車って人の買い物の中で家の次に高い買い物って言われますから、いっぱい興味を持ってね、いろんな違いを感じながら物選びをした方が楽しいですし、下手したら10年乗るものですから、じっくり選んだ方が楽しい。そういうのは、やっぱりどこの国でもいて、そういうユーザーがいて、で興味なくて走ればいいわって方もね、かっこよければいいわって方も、同じような割合でどこの国もいそうなんですけれども、実際どうなんでしょうかね。このあたり気になります。日本人だけ車に興味がないっていうのがイメージであるのか、神話であるのか、本当なのかね。そこはちょっと気になりました。で、次ね。次は、デミオのネーミングで続けて欲しかったっていうコメントがね、ありました。もし、これでね、来年、再来年にこのマツダ2が販売終了になったとすると、そのマツダ2っていう名前で残ります。だったら、ずっとね、続いてきた、4代目、5代目かなのデミオっていう名前で、最後までね、行って欲しかったっていうのはね、
思いますね。すごく思う。しょうがないですけれどもね。自分もちょっとデミを乗ってた時期があったので、これ、ちょっとね、拾っていきました。で、次はね、鋭いです。もうすごい鋭いっていうかね、現行マツダ2の登場は2014年。で、仙台ノートは2012年。で、仙台フィットは2013年。仙台スイフトは16年。マツダ2は2014年。で、ノート、フィット、スイフトは仙台モデルが同じ頃にデビューしている。これね、本当は自分たちみたいなこの情報を発信する人たちが言わなきゃいけないと思うんですよ。古いからいいとか古いから悪いっていうのは動画を見てくださったりとか、実際にね、車を買う人が判断することであって、情報提供者はもう絶対これを言わなきゃいけないと思っているところです。で、これをしっかりね、口にできるのはね、自分、今口にしてますけれども、やっぱり言わなきゃいけないと思ってるし、もっとね、もっと声の大きな人、影響力の強い人がね、これを言わなきゃいけないなと思っています。もう古くてもいいとかではなくてね、いいか悪いかは、お客様が判断することであって、自分とかその情報発信者が判断することじゃない。もう勝手にそのね、買う人の背中を押すのが仕事じゃないですから、仕事かもしれないけど仕事じゃないですし、といったところでね、ちょっと上げさせていただきました。で、次が、新型に代わって、トーションビームではなくてマルチリンクにしてほしいとか、リアシート広くラゲッジの容量も欲しいとか、いろいろありました。はいはいって感じですよね。で、あとね、ドライブを楽しみたいなら良い車。でも、ただのガソリン車じゃ買いたいって気持ちにはならないっていうコメントですね。ただのガソリン車じゃないとね、自分は思ってますし、あとね、もし自分が選ぶんだったら、高足くんなる前のマツダ2を選びます。で、次がね、まだ売るなら 7AT にしてって、もうこれもはいはいって感じですよね。AT 段数増えすぎてね、それこそ 10AT になってきたりすると、あまり面白くないんじゃないのって、結局 CVT に近づいていくよっていう感じです。で、次がね、ディーゼルが消えたからマツダ2を選ぶ選択肢はないっていうコメントもありました。これも、自分としてはね、ディーゼルってそんなに魅力なんてね、思います。自分このマツダ2でガソリンモデルとディーゼルモデルでね、比較。同じ上り坂を比較したことあるんですね。で、一つが、どれだけ低回転を保って、低回転を使って登っていけるかと、トルクの感覚を比較しました。でね、そんなに変わんない。意識すればね、ガソリンモデルも低回転で上がっていけるし、ディーゼルの方も上がっていけるし、で、踏むとね、結局ディーゼルの方も回転上がっちゃって、意外とね、高回転を使うディーゼルだったので、だったら、ガソリンモデルの方がいいところ目立つかなとも思ったんですよね、その時ね。ガソリンモデルというか、ディーゼルモデル前重いですし、それによる悪影響を感じられて、あとちょっとね、匂いも感じられて、ちょっと甘酸っぱい匂いがその時したのかな。そういうのもあるんでね、ディーゼルだけじゃないでしょと、マツダ2の魅力はね、ガソリンモデルにもあるよってちょっとね、言いたいところです。で、あと最後、ベリーサを復活してほしいなんて話もありました。これちょっとね、自分も思いますね。まだ、マツダがフォードグループの頃かな。2代目デミオと兄弟車みたいな感じで、ベリーサっていう車がありました。で、これが乗るとね、すごく質高いんですよね。テネコ製のサスペンションダンパーがすごくいい仕事をしていて、もう本当輸入車でしょって思えるようなね。なんでしょう、フランス車のね、猫足みたいな感じって言ったらいいのかな。ゆっくり大きく動くようなサスペンションがもうすごく良かった車です。で、パワーステアリングとかも、電動と油圧のハイブリッドとかだったと思うんですよね。こんなベリーサみたいな車ね、あったら嬉しいなっていうのはね、自分も思います。じゃあ最後にちょっとどうでもいい話。すいません、もうちょっとね、付き合ってくださると嬉しいです。
なんか今日ライブ配信みたいになってきちゃいましたね。でね、思うのがね、安さでトヨタ、コスパでマツダなんてね、そんな感じで思っていた時期がありまして、それでもね、ついにマツダも値上げ路線ということかな。黒マツダ的というか、マツダ2はそんなに上がらないとしても、CX3、マツダ3、あと CX5 も、ちょっとね、いくらになるかわかんない。ドキドキですよね。こういったあたり、海外での状況に、国内での状況に、あと株主からの圧力なんていうのもね、ありそうですよね。で、そういう値上げ要素も考えられる一方で、日本も利上げっていうのがね、ちょっと最近続いていて、また上がりそう。で、そんな感じでね、値上げが止まっている分野というのもね、見受けられます。高止まりみたいな感じですけれどもね、最近もう上がってないでしょっていう商品とか、もう値下げ全力でね、質より値段っていう商品がね、結構見受けられるようになって、自分は嬉しいなと思っています。ただパソコンのメモリーがね、もう最近ものすごくて、もうほんの2週間でもう10倍ぐらいになったっていうのはね、もうすごく話題になっています。ただ、メモリーね、下がる時も早そうかなっていう気もします。前もそんな感じでした。で、車きっと上がったら下がらないよねっていうのがね、どうでしょう、今までね、思うところ。マイナーチェンジとかでね、下がってきた車もありますけれどもね、もうほんのわずか。で、マツダとかマツダ2。マツダにはね、マツダ1っていう車が今ないと思うんですよね。どうでしょう、すいません。世界であったらね、ちょっと自分が無知なだけなんですけれども、そう。マツダ1っていう品番が残ってるとしたら、マツダ2が成長してお高くなって、で、あと合わせてね、日本の軽自動車枠っていうのが撤廃されたら、またマツダがね、もう日本向けに、全力で日本向けとも言えるような、1000cc A セグメントのマツダ1が爆誕なんていうのがね、そんな時が来るかもしれないっていうのがちょっとした希望ですね。本当にその時が来たら、自分ヒラリーのことを思い出してください。てな感じでね、ちょっと最後笑いながら締めていきたいなって思いました。次回以降、CX3 の乗り味に関する動画を上げていく予定です。あと、もしかしたらね、次 CX3 の価格の話をするかもしれない。そのあたりでね、そちらもぜひよろしくお願いします。以上、間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。